皆さんこんにちは、みさとです。今、近鉄島線の終点、賢島駅に到着するところです。島風が2本停車しているのが見えました。前回の動画で賢島に来たのは、この島風の始発の賢島から乗車するためです。ということで、今回の動画は、賢島駅と帰りの観光特急島風の模様をお送りします。賢島駅で下車した後、ホームの先端へ。島風が2本、ビスタカーに伊勢島ライナーという、これだけでも近鉄特急の豪華な顔ぶれが勢ぞろいです。ちなみに撮影したのは2024年の1月なのですが、3月のダイヤ改正以降は、島風の3編成すべて並んだ姿が見られる日もあるそうです。ホームの駅舎側、車止めの方に行きます。こちらの方が撮影はしやすいでしょうか。横から見る島風、かっこいいですね。そうこうしているうちに、私が乗ってきたビスタガーが大阪難波駅特急として出発していきました。2本の島風の並びが撮影しやすくなりました。一番南側の一番乗り場には黄色の伊勢島ライナーです。先端の連結機は密着連結機の先が欠けたような感じなのですね。3番乗り場の島風が14時50分発の京都行き、4番乗り場は15時40分発の名古屋行き島風ですが、時間が早いためか表示はしていないようです。改札を出てみました。2番乗り場の伊勢島ライナーは14時20分発の京都行き、10分後の14時30分には名古屋行きの伊勢島ライナーが出るという伊勢島ライナーの続行になります。改札外にはニジマルトレインの顔出しパネルがあったり、お土産物も売っているファミリーマートがあります。2階には伊勢島サミットの記念館があるようです。南口側に出てみます。エスカレーターがあり、ホームよりかなり低い位置にあります。30年以上前にはこちらに普通列車用のホームがありましたが、今はこのように出口だけです。地元の方の利用と阿護湾巡りの観光船の港が近いので、そのための南口という感じでしょうか。南口からホーム階に戻ると5番乗り場に普通電車、2番乗り場にも伊勢島ライナーが入線していました。ひょっとしたら前の動画に出ていた島磯部駅に対比していた伊勢島ライナーの編成かもしれませんね。それにしても赤、青、黄、白とこの色が揃うとまるでガンダムみたいです。トリコロールカラーに黄色を足すと見た目にさらにバランスよく見えます。と言っているうちに伊勢中川行きの普通電車は発車していきました。そしてこちらが北口の駅舎。いかにもリゾート地の駅舎という雰囲気です。ゴルフ場のクラブハウス的な気もします。バス乗り場や大きなロータリーもあって、ホテルからの送迎バスも発着しています。駅の外からの島風の並び、なかなか良い眺めですね。改札前に戻ると2番乗り場の伊勢島ライナーは発車し、ACE が入線。私が乗る京都行きの島風のドアも開いています。1番乗り場の伊勢島ライナーも発車して、次は京都行き島風の番です。この島風は第1編成トップナンバーでした。カフェ社ではスタッフの皆さんが発車前の準備に余念がないようです。今回私が乗るのは京都寄りの先頭車のこの車両、ハイデッカーの展望車です。最前列にはもう着席されていましたが、車内はご覧の通り。車内が空いているので電動シートを見ようとしていたらチャイムが鳴りました。賢島駅停車中にも私のポニーが流れます。ここからしばらく島風の座席の案内です。リクライニングとレッグレストの連動と腰の部分は出たり入ったり、リズムでマッサージ機能があるようですが、動画ではわからないですね。読書灯もあります。そして可動式の枕。座席の網ポケットには車内販売の案内。カレーやピラフなどのお食事とスイーツセットはカフェ車でのみとなります。
ここからは発車後に撮影したものです。肘掛けのところにコンセントがあります。肘掛けに収納されているテーブルはこんな感じです。2つ折りで大きくしっかりしています。座席の背面テーブルもこちらも大きくてしっかりしたテーブルです。コンビニフックが1つついています。窓のカーテンは電動で上げ下げできます。窓は上で回り込んでいるので車内が明るい感じがします。以上、島風の座席周りの案内でした。発車前に前から島風の並びを見てみます。3編成並ぶとなれば壮観だけどアングル選びに悩むかもしれませんね。発車前のメロディーが聞こえたので車内に戻ります。14時50分、京都行きの島風の発車です。賢島の次は宇方に停車。その次は鳥羽まで止まりません。宇方を出るとアテンダントさんがおしぼりと記念乗車証を配りに来られました。記念乗車証はこの面は大阪難波発着、京都発着、名古屋発着ともに共通らしいのです。島風10周年記念バージョンでした。裏のスタンプが押されている側、この列車は京都発着らしく舞妓さんと五重塔でした。昨日大阪難波から乗った時はたこ焼き。名古屋はどんなスタンプなのでしょう。車内販売でホットコーヒーを注文しました。車内を回っていただけるのも日本国内では限られた列車のみになりましたね。あとお土産に赤福を購入です。よく見かける赤福と違って赤福命名箱と呼ばれるもの。2個入りで300円でした。小分けのお土産に良いかもしれません。単線区間の島赤崎駅で下り特急と行き違い。赤崎トンネルに入ります。この単線区間は鳥羽市内で周辺に家も多く、複線化するのは移転保証問題も多くありそうで、手をつけられずになっている感じがありますね。この山の上に鳥羽城跡かと思って見ていたら、鳥羽駅到着前チャイムが鳴りました。中野郷駅を通過してからのこの道路のトンネルは、この区間の単線時代の廃線跡に見えますが、どうでしょう。賢島から29分で鳥羽に停車。隣の JR 鳥羽駅は、かつては東京からの直通の夜行列車もあったことですし、かなり長いホームが残っていますね。宇治山田伊勢市と停車して多数あった空席も埋まって発車。次は大和八木まで止まりません。櫛田駅を通過するとスピードを上げて時速129キロまで上がりました。満席といった感じの車内で話し声で賑やかな車中です。伊勢中川駅の5番線をゆっくりゆっくり通過です。通過してもゆっくりでおかしいと思っていたら、中川短絡線を通る火の鳥に道を譲っていたのでした。先に行っても進路開通まで少し時間がかかりますし、火の鳥がスピードに乗って間隔を開くまでの間、こちらの島風はよこし。3分ほどして島風は元の速度に戻りました。さて島風は1号車と6号車のデッキにロッカーがあります。ハイレッカー車で階段を上がらないといけないので、重たい荷物のお客さんはここに入れると便利ですね。ちなみに今回は2番にスーツケースを入れています。ロッカーに入らないサイズはこんな置き場もあります。列車は山間部を走り、トンネルや橋梁などを抜けていきます。青山町駅構内を通過する様子。伊勢中川型にある入れ替え線が見えて駅のホームを通過です。三本松駅を通過中。この駅から奈良県になります。灰原駅、大和朝倉駅を通過。日暮れが早い冬なので西日が強く差し込みます。まもなく下車する大和八木なのでデッキに降りてロッカーの荷物を取り出します。あまり気にしなかったのですが、デッキの天井はこんな風になっていました。ということで16時39分、大和八木に到着です。賢島から1時間49分の旅でした。これから列車は橿原線へ、
運転手さんも交代されて京都を目指します。ということで、一泊して往復島風で行くお伊勢参りと松阪の旅でした。島風の旅は座席も良く、食事のできるカフェ車もあって最高に楽しめました。またいつか島風で旅をしてみたいですね。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。